伝わっていく DNA みたいなものがそのトヨタのもう根幹なんじゃないでしょうかね。センチュリーに終わりはないぞということだと思いますね。それでセンチュリーは特別だと。トヨタイムズの富川悠太です。今年の9月に発表されまして、今月に入りまして決起集会が行われた新型センチュリー。豊田章一郎名誉会長によって長年育てられてきたセンチュリーがどのようにして秋夫会長に受け継がれて進化したのか取材してきました。2023年9月6日、トヨタ自動車は新しいモデルのセンチュリーを世界初披露しました。Well, I think you'll agree that this is a bold addition to the Century legacy. I remember when we first showed the car to Akio, his reaction was a very, very simple wow. A completely new direction, but still very much a Century. 新しいセンチュリーでまず皆さんに注目していただきたいのがボディの大きさです。全長 5205mm、全幅 1990mm、全高 1805mm と存在感のあるワイドボディを採用。センチュリーといえば黒塗りの高級車、イメージカラーはエターナルブラックですが、今回はオプションを含む7色を展開。白や斬新な赤も加わりました。新型センチュリーに加わったのはそれだけではありません。なんとオプションでスライドドアをつけることもできるんです。もう一つの革新がセンチュリーとしては初めてプラグインハイブリッド車を採用したことです。 PHEV にすることで近距離の移動では電気自動車として走行し、静粛性を向上できるといいます。歴代のセンチュリーが並んでいます。初代はこちらです。1967年豊田佐吉王生誕100年の年に作られました。センチュリー世紀と名乗り、宇治平等院の鳳をシンボルマークとしました。2代目、初代誕生から30年初めてのモデルチェンジです。21世紀に向けた調和ある成長を願って走り続けました。3代目2018年からはこの形です。今も街で見かけます。こういったセンチュリー全ての開発に豊田章一郎さんは携わってきました。そして今日そのセンチュリーが新たな道を歩み始めました。そもそもどのようにしてセンチュリーが生まれたんでしょうか。トヨタグループの創始者豊田佐吉の生誕100年にあたる1967年に誕生した初代センチュリー。それ以降皇室をはじめ政府の関係者、大企業の社長など VIP たちが安全で快適に移動できるショーファーカーとして高く評価されてきました。このセンチュリーの生みの親は秋夫さんの父豊田章一郎さんです。章一郎さんは30年のモデルライフを誇った初代モデル、1997年に誕生した2代目、そして2018年に登場した3代目センチュリーの開発に携わりました。Shoichiro-san remained personally involved in the development of all three generations of Century. And for the most recent sedan in 2018, I was fortunate to witness that attention to detail firsthand. Over 90 years old at the time, his single-minded vision for Century was unclouded.
I remember being taken aback by the detail of his questions, right down to the exact position of the rear seats. But millimeter by millimeter, degree by degree, he led us to see what he saw. では僭越ながら私後部座席がどんなものか体験させていただきます。よろしくお願いします。あー、いいですね。この白い手袋で開けていただく感じ。すいません、失礼いたします。わあ、広い広いですよ。まずカメラだけ行ってみましょうか。さあ、こんな広い空間ですよ。ねえ、ステップスンと足が乗るところにあります。そしてスッとほら、足を運ぶとそのままの位置に手すりがある。乗降時の所作が美しく見えるようにと、ほとんどかがまずに乗り降りできる車高の高さが特徴です。あー、気持ちいい。この座席トータルで体が包み込まれてる感じなんですけど、すごいなんか細かく計算されているかもしれないです。これ冷蔵庫もついてるんですよ。ほら、これもう冷えた飲み物ここに入れられますから。僕やっぱりね、時代のニーズに合わせてオンライン会議など移動時間を有効活用できるようにデザインされています。すごくないですか。飛行機でね、こういうのありますけど。そしてこだわりはこんなところにまで。シートは縁起がいいと言われる矢羽をイメージして仕立てられました。そこにはオーナーの運気が上がりますようにという思いが込められているといいます。じゃあリクライニングも試してみましょうか。あ、後ろに倒れてく。わー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 、うわー、気持ちいい。あー、座席は後からちょっと動くだけで背中がこんな後ろに倒れてくんですね。はあ、そんな感覚で。車内は後部座席がフルフラットまでリクライニングが可能。かつてないほどのくつろぎを実現しています。気持ちいい。これほっとくと本当に寝ますよ、僕。ズバリ、はい、チーフエンジニアとしてはい、どこに一番こだわりました？後席にお座りになるお客様をどれだけその、安心安全に、そしてお休みいただきながら運べるか、そのやっぱりおもてなしの心、そしてやはり日本のものづくりの心もしっかり持ちながらですね、日本の伝統美だとかそういうものを入れながら、やっぱり車の形は変わってもセンチュリーと呼んでいただける車にするか、そこはやっぱり一番こだわったところですね。なるほど。このセンチュリーっていうのは、はい、豊田家ともゆかりが深くて、はい、しかも形をこうガラッと変える、このプレッシャーっていうのもあったんじゃないですか？いや、おっしゃる通りです。まさにきっかけは現会長の秋夫会長でございまして、はい、前社長の時にですね、やっぱりセンチュリーに新しい価値を与えてほしいと、まさにショーファーカーにお乗りのお客様のニーズがやっぱり時代において変わってきてるんですね。秋夫会長もそのお一人です。で、そういう方からとるとやっぱりセダンのセンチュリーはお父様のための車っていう思いがある方もいらっしゃるということから、やはりショーファーカーのお客様のニーズの変化をきっと会長は感じられた。新型センチュリーのコンセプトは継承と進化です。センチュリーの象徴、鳳凰。1967年の誕生以来、伝説上の随長である鳳凰のエンブレムも新型センチュリーに受け継がれました。鳳凰の彫刻ですよ。これが全部匠の手によってそうですね、彫られているんですか？こちらの匠によって、こちらの匠によって、新たな鳳凰を採用するにあたり、江戸彫金の流れを組む現代の匠が大きく広げた翼の羽毛一本一本まで全て手彫りして、躍動感あふれる高貴な姿を描き出しました。これちょっとこう見せていただけないですか、作業。あ、本当に顕微鏡を使っているんですか？顕微鏡使わないとできないです。細かすぎて肉眼では作業できないんです。そういうことですか。定まらないんで。
へー、うわ細かー。こう見るとうわすごい繊細かつ精巧。こんな細かく入ってたんだ、首も。うわ相当時間かかるんじゃないですか。一応一方一月半ぐらいいただいて、一月半。じっくり丁寧に。このエンブレムだけにはい、一月半。すごい。途中で疲れたりしないんですか。これ実は結構楽しくて、へえ。細かいこと好き。時間がすぐ経っちゃうんですよ。あっという間に一日終わっちゃうみたいな。まさに時代が変わる、センチュリーも変わるっていう時にこのエンブレムの彫刻に携わるっていうのはどんな思いですか。いや本当、光栄で、すごい嬉しかったですし、本当チャンスだなですね。もうこれ自分の持ってる力を全部こう出し切った形で収めたいなと思いました。仕上げて。So what do you think? You think it's okay? いやかっこいいですね。これだけ見た時にパッて今までと違う、かっこいいって思うんですけど、センチュリーだっていうもう両方こう感想として出てくるんですけど、 Yeah. グリーンにも見えるしグレーにも見えるし。 So this is actually this is a really desaturated green. But if you notice the coordination between this green, this one is a different. This is not grey. This also has green in it. これもグレーじゃないん So だ。 this is done purposely to match. And then even down to complementing with a red caliper. これねいいですよね。GRMN って感じがす So る。 how about this one? And you can see. Look, あ GR ね、 So エンブレムがついてますね。 monochromatic emblem. はい。この鳳凰のセンチュリーと GR がこう一緒にいるっていうね。 Yeah. ショーファーのトップから乗り心地まで考えてるっていう。こんな色ってだって見たことないですよ。 Yeah, this is completely original. この色をこの代表する車として置いたのはどういう意味なんですか。 Actually, this color was the first design sketch was in this color. そうなんですか。 Yeah. So when we created the sketches, sometimes when designers at the very beginning, はい。 they think, what's the color is actually the character. はい。 So a lot of people think, why isn't it black? 黒のイメージあります。はい。 But this is symbolically, this is a change. So I think that because we use the different color, all of a sudden, yeah, I get it. Centuries changing. Well, I'm so glad I'm glad you enjoyed it. Maybe you can buy one. Maybe the same color as your tie. Yeah? 僕ね買いたいって言ってお金持ってても売ってもらえない人です。ふさわしくない。 No. ふさわしくない。 I think just this really nice purple. パーポー。合います？ Yeah, like 合います？ No, we can do the body color in the same color as this. そんな乗れない。絶対無理です。愛知県の奈良工場です。豊田章男会長も参加してこれから決起集会が行われます。こんにちは、豊田です。本日新しいセンチュリーがラインオフいたします。関係の皆様のこれまでのご苦労とご努力に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。センチュリーといえば正一郎名誉会長の愛車というのが私のイメージです。名誉会長にとってセンチュリーはトヨタの初代司査である中村健也さんと一緒に作り上げた特別な車でした。私自身名誉会長から何度も聞かされた話がございます。初代センチュリーは当時の技術でギリギリやれるかどうかというものばかりに挑戦していたので、多くの問題が発生し、その立ち上げは困難を極めたそうであります。そして問題を解決するために急遽センチュリー班という特別チームが編成されました。
半丁以下東富士の独身寮に泊まり込んで残業徹夜の日々が1年以上続いたそうであります。名誉会長は話の最後に必ずこう言ってました。当時の関東時効の飯は本当にまずかった。トヨタは随分恵まれてんだぞ。ただこの話をする時の名誉会長は本当に楽しそうでした。日本のものづくりの力を世界に示すために尊敬する中村さんと一緒に今までにない新しい航空車を作る、その挑戦を心から楽しんでいたのではないか、私はそう思っております。また名誉会長はどこに行くのもセンチュリーと一緒でした。そしてその後部座席で気づいたことをトヨタのエンジニアに事細かに伝えておられました。名誉会長が生涯をかけて伝え続けたもの、それは常にお客様を思う心であり、車作りに終わりのないというエンジニア魂、そして日本のものづくりへの自信と誇り、ジャパンプライドだったと思います。その名誉会長が他界した年に新しいセンチュリーが誕生いたしました。これは偶然ではないような気がしております。名誉会長からお前も会長になったんだからセンチュリーには興味がないなんて言ってはいかんぞと、マスタードライバーもいいがこれからはマスターパッセンジャーも頼んだぞ、そう言われているような気がしてなりません。今から3年半前、新しいセンチュリーを作ってみないかという私の呼びかけから開発がスタートいたしました。価値観が多様化する時代です。これからの世界を牽引する新しいリーダーに向けたセンチュリーがあってもいいのではないか、そう思ったわけです。かつて中村健也さんはこう言われています。センチュリーを選ぶお客様は自分の心を養う環境を期待して買い求めるものである。つまりセンチュリーは自らの成長を求めて選ぶ車だと私は理解しました。未来をもっと良くしたいという意思を持ち、もっと成長しようと努力を続ける世界のリーダーにお届けしたい、そんな思いを込めた新しいセンチュリーが誕生いたしました。いかがでしょうか。私自身これからもマスタードライバーとして、またマスターパッセンジャーとしてこの車を鍛え続けてまいります。この日、秋尾会長は田原工場で新型センチュリーの組み立てラインを視察。作業台はセンチュリー仕様に工夫されていました。実はこれ全部手作りなんですね、これ台から。先ほど職員が自らですね、やはりコンパクトにするとどうしてもバーステーションで3人の作業をしたら5時間入り乱れますので、その中でやはりですね、こういった簡易的にですね、コンパクトにする方法だとかですね、実際ワンタッチでソファを外して持っていく方法ですね、自ら一人で作って手順も作っていますので、ここで手順が飛ぶとアラームが出る、異常が出る。これはこれで誰かが準備して、はい、SPS でやってしました。ただ取る場合はですね、全て限度見本と数が書いてあります、それを取って比較してやっていく。これはもう1台1台っていうことで、セット順立てです。これ順立ても手順通りに全部部員が並んできます。だから飛ばすと部員が残ったらこれはもう欠品だっていうのが分かるように、やっぱりこれぐらいやらないとこの長い長時間のラットタイム
今まで5時間だってあったんですよ。ないです。交差とかなのないし。多分おそらく、日川修司がセンチュリー作り始めた最初の当時の、クラフトマンというか、あの時はそういうくらい。やっぱりセンチュリーなんか特別なんだな。その後秋尾会長が耳を傾けたのはシートの振動を低減したボディの骨格部分についてです。これがないとセダンと同じ合成ができなくてですね、やっぱりこれがあるからの今の乗り心地でいくとセダン以上のネジ合成ございます。これね。はいはいはい。全然違います。曲がる時も一体感持ってあまりロールせずにですね、もちろんスタビライザーもあるんですけど、やっぱこういうボディ合成の骨格があるもんですから基本があって、やっぱり今の乗り心地だとか相和ができてます。はい。果たして秋尾会長はどんな思いをこの新型センチュリーに込めたのでしょうか。やっぱりこうセンチュリーってね、特にこうトヨタの中のフルラインの中でもね、そのトヨタでも、レクサスでもない、やっぱりセンチュリーはセンチュリーである、というやっぱり特別な車だと思うんですよね。だから特別な車だから家に20年に1回のモデルチェンジとかね、とにかく全てにおいて量産メーカートヨタ、量産レクサス、とはね全く同じで考えちゃいけないんですよね。でそういう思いをやっぱり伝えたかったんですよね。タクトタイムってありますでしょ、普通よく量産で売れるタクトタイムは何秒単位なんですよ、50何秒に車1台作ろう。これ5時間ですからだから5時間に1工程行くよっていう車と1分間ぐらいのね60秒で1台出てくる車、これねやっぱり求められる技能も違いますしね。そういう意味でちょっとやっぱりセンチュリーは特別よというところをね、フルラインの中のややもするとねフラッグシップとかそのトップオブザラインという形で片付けられる車とも違うよと私は思ってます。はい。ですからトヨタのフラッグシップ、レクサスのフラッグシップはあるでしょう。でもセンチュリーはセンチュリーだよねと、はい、という思いは私は特に強いですね。この新型センチュリーを販売するにあたりトヨタが導入した新しい制度があります。それは今回新たなセンチュリーを販売するにあたりマイスターという特別な制度を導入させていただきます。センチュリーがショーファーカーのフラッグシップであればそのお客様をお支えするスタッフもそれにふさわしいマイスターでなければなりません。センチュリーの販売に合わせて新設されたマイスター制度、これはセンチュリーブランドの理解を深めセンチュリーならではの対応を踏まえた活動を行うため設けられました。マイスター制度に認定されるのは面談、研修、e ラーニングテストを受けて選ばれたおよそ400人。その数全国販売店に在籍するわずか 0.6%。販売員はセールスマイスター、技術者はテクニカルマイスターに認定されます。2023年7月、マイスター候補が新型センチュリーが作られている田原工場で2日間にわたる研修に参加しました。今回私たちはマイスター候補の福岡トヨタの西村さんと中武さんに密着させていただきました。こちら田原工場はレクサスの生産拠点の一つでクロスオーバー SUV の NX、フラッグシップモデルの LS などを生産しています。レクサスで培った技術がセンチュリーに生かされているのです。西村さんと中武さんはまずセンチュリーのバンパーの製造工程を見学、樹脂磨きの技に目を見張りました。仕上げの前に行う粗研磨は手作業で行われています。センターとペーパー、センター第2弾、これ
今度手で使って磨いてます。先ほどの600番ではだいたい 80% ぐらい磨きます段差で。今回1000番だいたい 15% ぐらい磨きます。でこれ手でやる。これはですねやっぱり最後この後仕上げするんですけど、まんべんなく仕上げ作業できるようにするためにこの部分では目で見て肌で段差量部分感じながら磨きの量を変えながらやっている、そういう側面もございますので手にこだわってやっています。樹脂磨きの匠は電動工具と600番1000番2000番手などさまざまなヤスリを使ってまさに神業ともいえる段差 0.002 ミリまで磨き上げているんです。1日大体出荷本数が2本使われてるんですけど、こちら2年の状態ですけど、塗装を塗ってみて、それでもダメだった場合は磨くようで。西村さんもその仕上がりを手で触って確かめます。実際に仕上げられた箇所を確認すると、手で触れても全く段差が感じられません。これがちょうど垂直面っていうところなので、クリア層が垂れながら変わっていく。だから凸凹も大きいから、その凸凹を磨き上げるとここまで。すごい。はい、ボディの場合はゴータはお客様の顔が映し出すように磨き上げるという、バンパーもちょっと同じように磨き上げてる。ちょっとバンパーにお客様の顔を映すのはちょっと申し訳ないので、しっかりと路面を映し出せれるように私たちもしっかりと磨き上げていきたいと思っています。ここまで磨いたものを納車準備してお客様に届ける際に、エンジニアとか営業スタッフがですね、気をつけるところがあればぜひとも知りたいなと。例えば洗車タオルとか。この中にスポンジが入って柔らかいので。既製品ですか？既製品ですか？既製品なのかな、多分。で最後にこれのは多分既製品でもあります、ミクロ製品。これをその前やる前にやっぱりああいうので軽く水に含んで拭いてもらったからこれでやる。次にマイスター候補が向かったのは組み立てラインです。センチュリーのほとんどの部品は手作業で取り付けられています。一つ一つステップを飛ばしてはいけないということがありまして、タブレットで一つ一つのステップを確認するようになっています。それで取った後ですね、しっかりとその部品が合っているか確認した状態でチェック OK のボタンを押します。そのチェック OK のボタンを押した時点でこの方がチェックをしたというのが経験残ります。組み立て工程は作業者3人が1組となり、3万点近い部品を全て組み付けます。ネジも一つ一つ手で締めていきます。センチュリーは初代から手作りされてきました。シートやドアの縁のゴムに至るまで手で取り付けます。センチュリーにオプションで付けられるのが、匠が金槌で一点一点模様を打って仕上げられた唯一無二のスカッフプレート。ぜひ触ってください。わかんないですね。わかんないです。実際叩いてますね。そうですね。でまた打痕を入れることによって、そうですね。はい。光の屈折によって見え方が変わって、まだそういったところも楽しんでいただけるといいのかな。手作業で仕上げられたおもてなしの心が感じられる一品です。一番苦労したこと一番苦労したところはやはりセンチュリーという車を作るのが我々はなくてですね、センチュリーセダンの方を勉強させていただいたんですが、やはりですね、やっぱり
マインドっていうところをですね、どのように若い方にしっかり教え込んで、だから文献もございませんので、そういったところで一つ一つどういうふうな部品の取り扱い方、染み付け方をしないといいものができないかをですね、彼らの腹に落とすのが非常に苦労しております。今ね、私たちはそういう先人たちのね思いを引き継ぎながら、このセンチュリーをね世界のショーファーカーのフラッグシップにしていきたいんですよ。でトヨタの他のショーファーカーのブランドも牽引する存在にしていきたいと考えています。そのためにはやはり車そのものだけじゃなくて、それを売る人、それから整備する人、その人たちのやはりこう思いとか所作とかね、それから技、これがね大変重要になってくると思います。2023年10月に開催されたジャパンモビリティショー。初めて一般公開された新型センチュリーに多くの来場者が釘付けになっていました。センチュリー見て、そうですね、もう洗練されたデザインと、ちょっとこうヨーロピアンなデザインにびっくりしてます。はい。結構ね変えてきましたよね、前のセンチュリーと。だいぶ背が高くなった分、後部座席の空間が保たれてて開放感があっていいんじゃないかと思います。あと SUV の高級車が増えてるので、トヨタさんもついて出してきたから、そういうところを感じました。これがセンチュリーっていうのはどうですか？イメージが湧かなかったんですけど、実車見たらやっぱり後ろ乗ってみたいなっていう感じで、ただ実際に運転してきたらどうなのかなっていうのは気になりました。3年以上の年月をかけて開発された新型センチュリー。開発当初、明夫さんがチームに要望したのは、自分が乗りたいと思うセンチュリーを作ることでした。ちなみにこちらは新型センチュリーの原型ともいえる、世の中に2台しかない明夫会長のセンチュリーです。センチュリーの開発にあたっては特別な思いがあるようで、名誉会長が亡くなられた年に出たということで、やっぱり会長にとっても特別な思いのある時代になっている状況です。っていうかね、もうセンチュリーイコール名誉会長だったんですよ、私は。だから正直ね、あれは名誉会長の車でしょっていう感じで、私何度も名誉会長が乗ってる横にいたこともあります。で1代目から2代目にね変わった時なんか横に乗ってね、ちょうど当時は名誉会長が和田さんへの電話でしたよ。厳しい言い方するなーっていうかね、あ、乗った後こんなこと言ってんだっていうね。でその時に私マスタードライバーにね、その将来なるとも思ってませんでしたし、だからやっぱりエンジニアってこんな会話をね、その技術担当トップとしてんだなと、チーフエンジニアともしてんだなというようなことは学ばさせてもらったと思います。ですからこれに関しては相当ね、今の田中さんと私もやってます。ただ言葉の使い方は私の方がずっとマイルドです。これからマスタードライバー、マスターパッセンジャーとしてこの車を鍛えていかれることになりますけれども、名誉会長から明夫さんが継承するもの、進化させるもの、それぞれどんなことですか？センチュリーに終わりはないぞということだと思いますね。それでセンチュリーは特別だと、何が特別か自分で考えろということのような気がしますね。マスターパッセンジャーっていう言葉もありましたけど、実際空間席に乗ってらっしゃって、他の車との乗り味の違いとかどういうふうに感じていられてますか？いや結構感じてますよ。それでこの車で大黒行っちゃいましたからね。実は明夫会長、新型センチュリーがジャパンモビリティショーで一般公開される3週間前の10月初旬、車好きに人気として知られる大黒パーキングエリアに新型センチュリーで現れ、 SNS 上で大きな話題となっていたんです。
見ました大黒と言っちゃいましたからツイッターに出てる。で大黒ふ頭に行った次の日に実はチーフエンジニアが仲間たちと一緒にまた行ってますから、ね、だから結構中村健也さんじゃないけどねあやさん、はいはい、私は大黒ふ頭行った時からもう電話をしてね、そうです、電話をしてで次の日数十名で一緒に行っちゃってるんですよでやっぱりねテストコースとかいろんなところで相当評価をしてきました。ですけど実際 VIP が使われる道、だとかいろんなところを私は走った、ねはい、走ってその感覚をその車の中から電話してるし、これで次の日にね相当連れて行ってくれてますから、ですからその辺の作り込みはそれでもね終わりはないと思います。かつて正一郎名誉会長がトヨタの初代主査中村健也さんとタッグを組み懸命に作り上げたセンチュリー。時代を超えて今秋夫会長は田中さんと二人三脚でセンチュリーを育てていこうとしているのです。秋夫さんが大黒に、このセンチュリーで行って、ものすごい写真攻めにあって人気でした、あの後に行かれたんですか？そうなんです。実はですねその会長が秋夫さんが、大黒へ行かれる途中にですねやっぱり、マスタードライバーでありマスターパッセンジャーであるもんですから、私に直伝でですね、ここがこうだと。で特に首都高の、あの辺の道路というのはすごく路面が荒いですし、またこう左右に結構揺れるんですよね。ですのでその辺がですねやっぱり、目指している車は乗り心地はいいんだけどこう揺れたりしない車だと。それにおいてはこの車はここはまだ不十分だということで直接直伝もらったんですね、そして私は、その後、自分でもいっぺん乗ってごらんよっていうことでですねまさに翌日ぐらいのその時間間隔で自分たちで乗りに行きましてですね、確かに、会長のおっしゃることはそうだなと、ということでもう一度ですねちょっとやり直すぞということで実は乗り心地の改善をしました。やっぱり名誉会長の横に乗ってエンジニアの方に電話してるのを横で聞いてたっていうのがもう染みついてるのかもしれないですね。そうですね。私たちからすると、会長から直に電話かかってかなり緊張は実はするんでありますがただ本当にそれも30分ぐらい実は電話でお話してました。長いですね。はい。かなり細かいことも含めてですねいろいろフィードバックいただきまして、でもうそれがある意味、開発の中でですね開発陣と共有してでそれを対策案を作ってですねまた会長に確認していただいたと、そんなフィードバックサイクルを回しているというところです。このようにこだわり抜かれ進化した新型センチュリーですが、今までと大きな違いも体感できるそうなんです。それがアルファ同章が発表される。もちろん鉱石は今まで以上に快適になる。さらにそこに加えて運転する方がより楽に車を扱えるとか、あるいは車を楽しめる、ショーマーカーだけど車も楽しめる、そんな要素まで加わった車という形になりますので、それが結果的により有意義な時間を提供できるショーマーカーに進化したということになります。つまりセンチュリーにファントゥードライブの要素が加わったということなんでしょうか。センチュリーマイスターの研修に参加した福岡トヨタの西村さんと中武さん、この日2人は完成したばかりの新型センチュリーに試乗することに。今日の試乗車は新型のモデルになります、エンジンが V 型6気筒 3500cc のプラグインハイブリッドになります。この車の最小回転半径が 5.4 メーターです。このサイズ感の中ではかなり短い方になります。一瞬相当狭く感じますが、意外とくるっと回れますよね。すごい。ありがとうございます。ではぐーっと加速しながら左車線から右車線に車線変更します。ハンドリング、そしてロール感確認しながらいきましょう。そうですね。さらにぐーっと加速していきます。次のカーブ、左右、この速度のまま行きましょう。同じようにハンドリングとロール感確認しますが、背が高いんですがあまり横揺れしないことが分かりますね。さらにぐーっと進んでいきます。もう少し行きましょう。ブレーキをスーッと踏んでた時にフロントが前のめりしない感じが分かるかと思います。ありがとうございます。気持ちいい。後席も本当にゆったりしていて、いや、気持ちいいですね。そうですね。
では加速して、そうですね、60まで加速してみましょう。これはすごいですね。上手な加速感でセンチュリーらしい走りを体感してください。今リアコンフォートモードで走行していますが、後ろも結構乗り心地の良さ感じられますか？いや、すごい柔らかいです。ありがとうございます。結構ハンドルにいた時のですね、ダイレクト感もあって、ドライバーズカーとしての良さも感じられるかと思います。実際に乗車してみていかがでした？やっぱりボディが大きいんですけど、新ボディということで細い路地に最初入るのものすごく怖かったんですけど、ハンドルの切れ角、あと後ろのタイヤも一緒に動いてくれてるんで、思ったよりハンドルも切れて小回りも利く車で本当に素晴らしいなと。あと本当に思ったのが加速中だとか風切りの音とか本当に静かで、本当にすごい車だなっていうのを感じました。福岡トヨタでは20人のセンチュリーマイスターが誕生します。今日はですね、こちらでこれから認定式が行われるということです。認定書、西村秀樹殿、あなたはここにセンチュリーマイスターとして認定しましたことを証明します。おめでとうございます。胸元に添えられたのはセンチュリーのエンブレムと同じ工場で作られたバッジ。センチュリーマイスターとして認められたわけですけれども、お気持ちはいかがですか？いや、もう非常に光栄なことです。ありがとうございます。今までの知識では足りない部分も出てきたわけですよね。はい、トヨタ自動車の歴史であるだとか、またセンチュリーに関するブランド、そこをまた掘り返し勉強することが大変だったですけど楽しかったです。これまで一つの車種でこの人しか扱えない、この人しかいじっちゃいけないみたいなことっていうのはあったんですか？自分が入社してからは1回もないんで、ちょっとびっくりしてますし、責任感があるなという感じです。これまでも丁寧にやってたとは思うんですけれども、また感覚がちょっと変わったんですね。センチュリーの場合はミリ単位というか、一つ一つ全部のネジに一本一本本当に魂込めてみんな整備してたんで、すごかったです。本当に修理する側からすればやっぱそれぐらい作られてきたのをそのまま維持するぐらいの、ちゃんとした整備しなきゃなっていうふうに思いました。販売店のトップはセンチュリーのマイスター制度についてどう考えているんでしょうか？販売店にとってはい、センチュリーっていうのはどういう車なんですか？扱えることに対するその名誉たるやものすごく大きくて、合わせて責任とプレッシャーのある、車だなというのが販売店のとしての認識ですね。私営業マン時代、営業スタッフ時代にセンチュリーのホットが出たことがあるんですよ。でもう初めてセンチュリーが売れるかもしれないって言って喜んで上司に「センチュリーの話が出ました」って言って報告に行ったら「お前には100年早い」って言われて売らしてもらえなかったんですよ。本当に普通で近づいちゃいけない車だなというのがセンチュリーに対するイメージですね。マイスター制度というのができて、しっかりと勉強した人が売ることができる、このマイスター制についてはどのように受け止めますか？正しいと思います。センチュリーを選ばれるお客様と向き合うっていうのはそんじゃそこらの駆け出しの営業じゃ務まらないんですよね。各販売店の代表者や経営層からの信用みたいなものがマイスターという人が責任を持ってお客様と向き合うという立場になるという観点から言ったら、やはりこの考え方っていうのが正しいなと。今までずっとセダンできたセンチュリーの形が変わったっていうことはどう受け止めますか？私はブランドってもともと
形じゃないと思ってるので、例えばこうよくクラウンでも言われましたよ。ちょっと丸くなっただけでこれはクラウンじゃないとか。でも初代のクラウンって丸いんですけど、その時代に合ったものをいかに提供できるかっていうのがとっても大切じゃないかなと思いますね。はい。センチュリーって、豊田章一郎さんが、自ら乗って育ててきた車ですけれども、その章一郎さんがお亡くなりになって新型のセンチュリーが出ると。ここにもっといい車作りを続けてきて、まさに時代を見てきた明夫さんの思いも込められているんじゃないかなと思いますけれども、この年に新たなセンチュリーが出るっていうのは本当にすごく偶然なんでしょうけれども、なんとなくこうやっぱりこう魂を受け継いでいかなければいけないんだろうなというのをそういう出来事からも強く感じますね。はい。その章一郎さんへの明夫さんの強い思いっていうのが今の新型の形につながってるんですかね。それは間違いないと思いますね。喜一郎さんから章一郎さんへ、豊田章一郎さんから明夫さん伝わっていく DNA みたいなものがそのトヨタのもう根幹なんじゃないでしょうかね。56年前に誕生した初代センチュリー。時を経て生まれ変わった新型センチュリー。そこには伝統美や匠の技が確かに継承され、新しい世界観が刻み込まれていました。そしてセンチュリーはここから新たなページを刻み続けていくのです。やっぱりこういうねラインオフ式の日っていうのは一番やっぱり嬉しい日だとも思います。ここに来るまで本当に大変だったと思います。特にこの手の車はどの車も大変なんですけど、この手の車は大変だと思います。というのは誰もやったことないから。でそんな中でやっぱりこの日が迎えられたっていうのはね、今日ぐらい、みんながみんなにありがとうと言い合いね、自分を褒めてあげてください。そんな気持ちも込めてみんなのこの一瞬を一緒に写真を撮るにあたり、私からのお願いは一つ、笑顔お願いします。では笑顔の練習をしましょう。はい、笑ってごらん。ちょっとわざとらしいね。もうちょっとこの辺の力抜いて、はい、じゃあやりましょう。ワンチーン。